2023年8月、現場に大きなトラックが到着しました。着工開始から約半年、ついに日本からの木材が届いたんです。日本だったらクレーンを使うほどの大量の木材をここでは全て人力で運び出します。すごいヒノキの香りがします。日本の懐かしい匂い。フィリピンでこの匂いを嗅いだのは私は初めてです。よく見ると木材にはそれぞれプリントや書き込みがあります。現地のエンジニアフランシスさんが種類を確認しながら慎重に積み下ろしていきます。お昼前に到着したトラックから全ての木材を下ろし終わるのに夜までかかりました。約2週間後、現場に玉井さんも合流し、いよいよ木材の建て方が始まりました。建て方とは、基礎の上にあらかじめ加工された構造材を現場で組み立てることです。これ全部ヒノキです。和歌山の、一大産地ですね。やっぱり日本の林業、いい材料を選んでくれてますね。木自体に印字されてるんですね。そうなんですよ。でこれが番付っていうんですけど、図面書くとき普通は X の 1、X の2とか Y の 1、Y の1で座標を作るんですけど、木造の大工さんいまだにいろはに歩兵と軸塗るが横で、縦が漢字の1、2、3、4、5、6ってなってるんですよ。だからそこにひらがなの「お」って書いてあって、プレカットっていうんですけど、それこそ江戸時代とかそういう時代から木と木をこう組み合わせるときにする技術があったんですよ。レゴみたいにパチってあるってことですよね。プレカット図面っていうのをコンピューターで入力して工場にデータが流れたら、あと木をこう順番に入れていったらその通り加工されて斜めにとかああいうのを全部切ってくれるんですよ。昔の人はじゃあ定規で一個一個測って、定規とかこういう差し金っていう L 型のお寺とかはもっと複雑なんですよ。斜めになってこうむくりがあったりとか、材自体がカーブがあったりとか、お寺でも考え方は一緒で、それからこう材料だけで大工さんは立ち上がった姿っていうのを日本の大工さん思い描いて、今回は初めての大工さんとか初めてのことなんで、できるだけシンプルに理解してもらえるような工法を考えてやってます。建築家さんはそこまで考えて設計するんですね。その適当に絵を描いてあとはお任せっていうのはね、無責任なんで、建築は結局こうやって人力で作っていく手作りなんでね、なんやかんや言っても。日本だとおそらく下で組んでね、レッカーで吊るんですよ。だからレッカーがないんで組んでしまうと持ち上げれないから、上で組んでこうバタッと押すっていう。すごいピタッとはまる。見ていて気持ちがいいです。かなり乾燥してるんですよ。木っていうのは含水率って言って 15% 以下に水分を落として管理するんですけど、ここは乾燥してるから割とそのままの乾いた状態で来てるんで、割と入りやすかったんですけど。入りやすい方なんですね。ちょうどいいぐらいでしたね、硬さとしては。コンテナについた材料をちゃんと分類して振り分けてくれてて、図面を読み込んでくれて、すごい段取りが良かったんでびっくりしました。ここまでできてるって思ってなかった。施工者の皆さんやっぱり理解と技術力は素晴らしいですよ。みんな初めてなんですけど、この立て方が、勘どころがやっぱりいいんですね。そうですね、そこはすごいなって今回改めて。玉井さん、なんと現地の大工さんたちに混ざって一緒に作業されています。疲れないですか？パソコン見てるように。玉井さんやっぱそういうタイプなんですねきっとね。What will be the protection of the wood? And So finish. no paint. No paint. No Yes, paint. no paint. Okay. Yes. So how about the nails? Afterwards, we'll purchase a plastic cover. No. No. Only this Only one. this one, yes. I hope the same distance. I hope. Same. Okay. 玉井さんはその後も日本での仕事の合間を縫って現場を何度も訪問。
現地の大工さんたちとの協力のもと、いよいよ寄宿舎の完成が見えてきました。寄宿舎の改修式は2024年3月2日に決定。とはいえ、なかなかスケジュール通りにはいかないのがフィリピンです。迎えた改修式の前日、現場ではまだ懸命な作業が続いていました。お、こちらの方は何をしているんでしょう。これは今何を書いてるんですか？これはこの地図、配地図で去年運搬していた設計事務所がここの設計をしていたところでイメージパースを書くっていう仕事をしてたんですけど、あのパースは舞さんが書かれたんですね。1年経って完成したの壁紙にもう一回描いてほしいっていうふうにお話もらって。航空写真とかで現地の様子とか見てイメージ描いてたんですけど、やっぱ実際行ってみないと分かんないよなと思って、完成した姿を描くのは現地で描きたいなと思って今回来ました。日本らしい建築作るイメージがあって木造の軸組みっていう感じだったんで、フィリピンでどんな建築になるんだろうと思ったんですけど、現地の工法も使いながら竹とか材質をすごい活かしながら、でもなんか日本の設計事務所が作った感じがあって、いいなあと木がすごい高いから影がすごい綺麗に風の水に心地いい。オープニングセレモニーに色がついた状態で出したいんですけどまだまだ先は長い。そしてこちらはこのプロジェクトの主体でありメインスポンサーであるネグロス電工の方々です。寄宿舎の完成にあたって今回初めてここフィリピンのネグロス島を訪問されました。こちらはネグロス島支援プロジェクトを担当されている取締役の高木さんと経営企画課の江原さんです。日本企業のネグロス電工がこのプロジェクトに参加することになったのは、高橋さんが運営する NPO 法人イマジナスのスタッフが一通の手紙を送ったことがきっかけでした。最初社長室の部署が受けて、これどうしましょうかっていう相談を受けた。いろんな手紙が来るのでその中の一つだったんだけれども、とてもなんかこう魂がこもっているような内容だったんで、これは真剣に聞いた方がいいかなっていうふうに思える手紙だったんで。社長さんもそちらを手紙を読まれて。そうです。じゃあちょっと話聞いてこいって話だったんで、それで聞いてみたら将来つながりそうな話だったんでやってみたいなというふうに思ってプロジェクトを始めることにしました。十中八九勝手に思ってるんですけど、創業者がやれって言ってたんじゃないのかなって。ネグロスの社員の由来っていうのは、その方皆さんご存知なんですか？もう当然最初に社員教育でするので、ネグロス電工としてネグロス島に支援するっていうのはあんまり不思議じゃない感じがあったので。海外でのこういった事業は初めてです。いや、最初こう夢の段階の絵を見た時にこれは相当お金かかるかなと思ったんだけれども、逆に言うといろんな方々がこう協力して、原価でというか、もしくは持ち出しで頑張ってくれたので、いけるかなっていう金額だったんで、皆さんの協力に感謝というか、そんな気がします。1月ぐらいから毎月、先月にずっとやってました。はい、月1回定例でここ本当に数ヶ月ですよね。急にこうそういう外観が整ってきたりとか、途中まで結構やきもきしたそうですね、大丈夫かなって日本と違ってね、進みがやっぱりちょっと違うんでしょうね。全然写真で見るよりも迫力がすごくて。何に行った時の印象ってあれですか？険しくて想像以上でした。皆さん元気でこうなんか過酷な道を毎日通ってるようには全然見えなくて、そんな環境の中でも一生懸命勉強してて偉いなっていうふうに思いました。時の自分も過酷な環境を見てるので、やっとこの日が来たんだなと思って、よりも多くの人が入って、いい環境が整えばいいなと思います。そしてついに迎えた開所式当日。
ではここで視聴者の皆さんに完成した寄宿舎の全貌をお見せします。ネグロス島の海からほど近く、南国の大自然が広がる場所。もともと生えていた木をできるだけ残すため、大きな一棟を建てるのではなく、機能ごとに複数の建物を分散させました。コンセプトは環境に優しくサステナブルな建築、そしてフィリピン建築と日本建築の融合です。まずこちらは寄宿生たちの生活の主体となるボーディングハウス。基礎から三角形の下の部分まではフィリピンでも一般的なコンクリートとブロックで構成されています。熱帯気候のフィリピンにおいて耐久性やシロアリ対策なども踏まえ、この建材と工法が採用されました。そして上部は日本から輸入したヒノキを用いたトラス構造が採用されています。手前はこちらも日本の伝統的な建材焼き杉でカバーされています。表面を焼いて炭化させた杉板で防虫効果があり、日本らしさも醸し出しています。間取りはドミトリー2部屋とトイレシャワーが2カ所に設けられ、男子4人女子4人が居住できます。1棟でありながら男子と女子で動線がしっかり分かれる構造になっています。入り口の扉はフィリピンでもよく使用される高級木材マホガニーで作られています。そして部屋と外の間のワンクッションとして日本の町屋でよく使われる縦格子が設けられています。風と光を通しつつも角度がつくと中が見えにくく、隙間も人が通れない幅になっていて防犯性を備えています。窓ガラスも中が見えないすりガラスを採用しました。そして水回りの前はフィリピンの竹でカバーしています。現地の太い竹をあえて4分の1にカットし、繊細な印象を演出しています。ドミトリーには2つの2段ベッドと4つの机を配置。隣の部屋や外との仕切り壁の上部にはあえてガラスがはめ込まれています。これはトラス構造の連続性が見えて空間により広がりが生まれるためです。タイルなどの内装材や机、ベッド、電球などの家具は現地のショップで調達。日本よりもかなり選択肢が少ない中で、できるだけ色合いや質感が温かいものを選び、子どもたちがホッとできる空間を目指しました。シャワーとトイレは広々。ここには洗濯機も設置できます。そして手前には広々とした共用スペース。ここにこの施設の間取り図であり地図でもあるマイさんのペイントが施されています。テーブルが2つぐらい置ける広さにしてあって、部屋をもうちょっと広くしたらいいやっていう話もあるんですけど、あえてこういう感じ。フィリピンに来て一番思ったのが、やっぱ外の空間ですごいくつろいで食事をしたりとか、それがまずスタンダードなのがあって、やっぱ絶対そういう場所は必要だなと思って、日本だとね、縁側とかね、もうちょっと狭いですね。で、やっぱり寒い時期とかはなかなかこういうところがあったとしてもうまく活用できなかったです。どこで過ごすのが気持ちいいかなみたいな場所っていうのは、その土地土地でこうやっぱり自然と生まれてくるもの。続いてこちらは施設の管理オフィスとキッチン。こちらもボーディングハウスと同様、基礎部はコンクリートとブロックで、上部はヒノキで組まれています。ただしこちらは日本家屋に通じるような軒下が設けられているのが特徴です。軒裏とかはこっちの竹のパネルを使ってます。竹のパネルの上に鉄板を敷いて水が漏れないように。で、上からまた引っ張やし。そして入り口は大きな引き戸。開閉時に手前の通路スペースを邪魔せず、開け放つと内と外が自然につながります。この建物と先ほどのボーディングハウスの屋根にはソーラーパネルが取り付けられていて、太陽光発電のシステムが構築されています。そのコントロール室がこちら。10キロワットという発電量で、この敷地内の建物3棟を賄っています。足りなくなった時は、市から来ている電気に切り替わるように、これがインバーターで、ブレインなんですけども、何キロワット発電しているか、今 100% 充電されてますね。今どれぐらい消費されているかのが一目で分かると。
スマホアプリからもはい、できると管理システムにアクセスできる、はい、これがリチウムのバッテリーなんですけども、いわゆる蓄電池。蓄電池ですね。余剰エネルギーっていうのを蓄電して、夜間とか、早朝とか、曇ってる日とか、発電量が少ない時はここから使っていくと。導入してしまいさえすれば、うんランニングコストとしては、そうですね。ずっとプラスになり続けていくというか。オフィスの隣の部屋は寄宿生たちが使えるキッチン。今はまだ入っていませんが、冷蔵庫とオーブン付きガスレンジ、食材のストック棚なども設置されます。さらにこの建物はソーラーパネル設置の関係で天井が高く、備品を置いておけるロフトスペースも備えています。そして次の建物がワークショップスペース兼食堂。八角形のかなり広い空間です。ここは完全にフィリピンの伝統的な竹建築が採用されています。合わせ柱っていうんですけど、2本の竹に1本の竹をサンドイッチして、これで1つのパーツを作って、これが1つのユニットなんですね。それを8つ作って工場で組んできてるんですよ。8つが重なったところに今度横揺れに対して踏ん張るように V 字型のそういうものを入れて、これが入ることでガチッと固まる。あそこは鉄のリングがあるんですよ。リングに刺すようにしてあって、最後は隙間にコンクリートを詰めて固める。組み立てるときって人力ですか？人力です、人力です。はい。上は林で、かかってるのがかやですね。そして最後の建物がナーサリー兼イベントスペース。こちらもフィリピンの竹建築で上部はシザーズトラス構造を採用しています。床材に使われているのは三重県熊野市の杉。厚みが3センチもあり、足の裏から独特の質感とぬくもりを感じられます。この施設全体の名前はマリカ。日本語の祭りかアラビアンジャスミンを指していて、ネグロス電工の皆さんが考案しました。アラビアンジャスミンはタガログ語でサンパギータといい、フィリピンの国花に指定されています。そしてアラビアンジャスミンの花が広がるように、子どもたちに将来に向かって大きく花開いてほしいという願いが込められています。さあ、いよいよ開所式の始まりです。プロジェクトの関係者が会場に続々と集まってきました。そして一番の主役は寄宿1期生となる女子学生4名です。So we are very happy that the boarding house is existing here in Saponita. 子どもたちを、少なくともですね、学校に通えるようにする、お腹いっぱいお昼ご飯を食べるようにすると、それがですね、日本人、フィリピン人関わらずサポートをするというのがですね、我々、大人の、使命かなっていうふうに思いまして、でイマジナスはですね、サポートいただける方、会社さんに出会いました。我々ネグロス電工は建築材料の日本のメーカーです。社名はここネグロス島から名前を頂戴して76年前に創業いたしました。先の戦争で創業者が経験した苦労や仲間とのことを忘れず社会貢献をすることを目的に近い名前を付けられています。そんな縁のあるネグロス島の子どもたちの学びの機会を提供するプロジェクトに関わることができて非常に嬉しく思っています。 From the bottom of our hearts, I would say thank you. I'm sorry I only know very few Japanese. Hatsumimaste and arigatou gozaimasu. You can be there so you can see in the cut. どこか緊張した面持ちの寄宿生たち。実は彼女たちはまだ施設の中を見ていません。これからいよいよ自分たちが暮らす場所を目にします。果たして気に入ってくれるでしょうか。オープン。
緊張が解けてやっと笑顔がこぼれました。寄宿生たちの笑顔を見て高木さんの目からも思わず涙がこぼれます。学生さんたちが見た瞬間の笑顔を見たらなんか5年間来ちゃいましたよね。なんかすごくシャイじゃないですか。でその子たちが部屋入った瞬間にすごい笑顔をした瞬間にと思ったし、あとやっぱり会社がうまくいってるからこれができるわけだからまた頑張んなきゃなっていうのと、社員ね1400人500人いるわけで皆さんが頑張ってるからこういうこともできるわけだから、感謝だなっていうふうに思って見てました。プロジェクト始動から5年、関係者の苦労が一番報われた瞬間だったかもしれません。でもネグロス島の教育支援プロジェクトはここで終わりではありません。最後に紹介するキーパーソンはもちろん、プロジェクトを企画し指導してきたイマジナス代表高橋さんです。この寄宿舎に来た子どもたちがこれからどういう人生をしていってっていうのを考えた時に、単純に寝泊まりする場所だけでは全然それだけのために作ってるんじゃなくて、例えばこの敷地内とか日本人の関わりで新たに何か技能を習得するとか、自分の才能が開花するとか、もしかしたらその同年代の日本人と一緒に働きたいなっていうような何かができるかもしれないし、逆に日本人はフィリピン人から学ぶことっていうのがやっぱりすごくあって、そういうふうに共生していく場所っていうのを作っていきたいんですよ。カカオを加工する工房、チョコレートを作る工房所っていうのを今から作りたいなっていうのは次の夢ですね。子供は自分たちがチョコレート作れるってなんかワクワクすると思うんですよね。日本人もフィリピン人も。ネグロス島がカカオが生産できる土地なんですよね。カカオはまだまだネグロス島は遅れていて、育てることはできるんですけども農家が少ないので、世界需要を賄うようなカカオの産地にはまだ全然なっていなくて、世界に通用するような品質のいいカカオを農家さんと作っていく。でチョコレートまで作る。カカオ農家さんにとっても収入に。そうですね。いいカカオを一緒に作ることによってよりカカオが高く売れるので。まずチョコレートだったら、フィリピンに馴染みがない日本人にとっても手に取りやすい。ネグロス産のチョコレートが美味しいっていうとね、日本人の人が思ったらまだネグロスに行きたいなっていう人も増えると思うし、ぜひもう年齢問わず0歳の赤ちゃんから80歳90歳のおじいちゃんおばあちゃんまで誰でも気軽に来てもらって、ここでその生きるっていうのをフィリピン人と一緒に追求していきたいなと思っているので、皆さん来てほしい、見に来てほしい。たくさんの人たちの思いが詰まった寄宿舎プロジェクト。建物は完成しましたが、ここからが真のスタートです。ここで過ごす子どもたちの今後や日本との共同プロジェクトなど、これからも追いかけて紹介していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。